皆さんこんにちは、日しです。今日はですね、前々から話してるエシカルとかサスティナブルについてちょっとお話ししたいなと思います。エシカルは前の動画でもねちょっと説明してるんですけど、人とか環境とか動物に配慮した物事のことを大きく言うとエシカルっていうふうに言うんですけども、その中でもエシカルファッションだったり、あとエシカル消費っていう言葉がありまして、いろんなねことに配慮して環境を守ったりとか、あと人の人権を守ったりっていうようなことを総称してエシカルというふうに言います。で、今日はエシカルなライフスタイルだったりサスティナブルなライフスタイルをここ 1,2 年やってみて良かったことだったり悪かったこと、ちょっとねデメリットとかをちょっとご紹介していこうかなと思っております。でエシカルなライフスタイルを取り入れてぶっちゃけどうなのっていう部分が多分結構皆さんあると思うんですよね。でそれをちょっと今日はお話ししていこうと思います。まずはじゃあエシカルなライフスタイルにして良かったことをお話ししたいと思います。まずはですね、本当に必要なものかどうかっていうのを考えるようになりまして、これは本当に自分が長く使えるのかとか、あと今持ってるものでなんか似てるようなのあったなとか、あとはこれは何回使えるんだろうっていうのを考えるようになって、本当に必要なものだけを買うようになったので、買い物もする回数も減ったりとか、あと無駄遣いはもちろんなくなるし、で結構いいものを選ぶようになるので、なんか愛着が湧いて長く使おうっていう気になります。それはすごい良かったなと思ってます。で次に、ゴミが減りました。プラスチック問題とかは結構、ニュースになってたりするんですけど、あんまりプラスチックまみれなものを買わないようにしていて、あとパン屋さんでパン買う時とか、自分のねジップロックも昔から使ってるものとかを持って行ってそこに入れてもらったりとか、レジ袋もらわなかったりとか、あとは量り売りのスーパーで物を買ったりとか、そういうのですごくゴミが減ってゴミを出さないようにしようっていうのを意識することで、身の回りのねゴミがすごく減ったなっていう印象があります。次良かったことその3、オーガニックな食材とか、素材とかを選ぶようになって、もともとのその素材の良さだったりとか、体に優しいものを選ぶようになって、例えば洗剤を植物由来とか合成洗剤じゃないものを使うようになったら肌荒れがなくなったり、あとシャンプーとかね天然由来なものに変えると肌のねトラブルとかも起きにくくなって、すごく健康的な体になったなっていうのはあります。あと素材ですね、野菜とかちゃんとねオーガニックなものを選ぶとその野菜の美味しさ、素材の良さがすごく分かるようになってきて、やっぱりねオーガニックなものっていうのは本当に、味もね、違うので、そういう部分は良かったなと思います。で4つ目は、地球にいいことをしてるっていう感覚が、自分にとってすごく、モチベーションも上がるし気分が何と言ってもいいっていうことで、地球にいいことをしているっていう、優越感じゃないけど、そういう気分がね悪くなるってことはないと思うんで、その気分のいい行いしているっていうのですごくモチベーションも上がるし、自分のね心の健康の
面でもすごくポジティブになれるので、すごくそこはいいなと思います。で次は、地域の、特産のものだったり、あとは日本の伝統だったりっていうのを知ることができて、エシカルなものって結構日本の伝統文化もエシカルだし、地産地消もエシカルな消費っていうので、すごくね日本の良さっていうのを改めて感じれるようになって、すごい日本がねまた改めて好きになると思います。こんなこともあるんだとか、こんな野菜作ってるんだとか、あと伝統文化がね、代表的なものはいっぱい多分皆さんも知ってると思うんですけど、本当に地方のね限られたところでしかできないものだったりとか、その日本のね良さをこういう風にダイレクトに感じれるので、そういう部分ではエシカルを取り入れてよかったなと思います。はい、で最後にですね良かった点、お肉を週 1,2 回までちょっと減らしたんですね。でなぜかっていうと、お肉ね畜産業っていうのは二酸化炭素の排出量がかなり多くて、産業の中でもね結構トップの方の、環境に負荷のかかる産業でもあるので、その畜産業をねある程度は大事だと思うんですけど、生産しすぎないっていうことが大事で、そういう部分でちょっとお肉をね、控えたりとか、あとは動物の、命をいただくっていうのもちょっと心苦しいっていう部分もありまして、そういう面でお肉をちょっと控えるようにしてて、週 1回2回ぐらいまでにすると結構体調もね良くなってくるんですよね。体がちょっとね軽くなったりとか、あと肌の血色が良くなったりとか、あとね、これはちょっと人によると思うんですけど、体臭、人っぽい体臭、人っぽい体臭、体臭がそんなに気にならなくなった。もともとそんな体臭きつい方ではないとは思ってますけど、体臭がね自分でもほとんど気にならないぐらいになって、やっぱり、野菜中心だったりするのがやっぱ良くなってるのかなっていうのがあって、お肉もねちょっとずつ減らしていくと、そういういいこともあるので、是非試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。はい、良かった点は、ざっとこんな感じになります。次、悪かったっていうか、ちょっとねデメリットっていう部分をちょっとお話ししていこうと思います。はい、まず1つ目のデメリット、エシカル商品そのものがまだまだ日本はちょっと少ないっていうのと、あと値段がまだ高いっていうのがあります。なかなかねまだ安いものが結構ね多い中、エシカルな商品ってそれよりも若干やっぱりちょっと高くって、その分ね地球にいいっていう部分では、しょうがないことなんですけど、安いものに慣れてしまった僕たちはちょっと高いなってやっぱり感じることが多くて、エシカルな商品を買いたいなと思っていても、限られたスーパーにしかなかったりとか、ネットじゃないと買えなかったりとか、あと海外のものだったりとか、そういうものが結構まだまだあるので、やっぱりねまだちょっと買いにくいなっていうのはあります。デメリット2つ目はですね、プラスチックごみとかね結構減らしたいなっていう気持ちがなんか物を買えなくなっちゃうっていう、変なプレッシャーがかかっちゃって、ね、ペットボトルのね水とか買いたいけどちょっとやめとこうとか、そういうのを思っちゃうことがあって、若干そのエシカルなプレッシャーっていうのも感じたりはするんですね。だからなんか、無駄なものを買わないっていう点でそれはすごくいいんですけど、ただ大事なもの、買わなきゃいけないものだったりするものもちょっと買いづらくなったりとか、やらなきゃいけないことがちょっとできなかったりとかっていうのを、変なプレッシャーでね感じてできないっていうのはちょっとデメリットかなと思うんですけど、そこはちょっとね自分の
ある程度妥協部分を増やして、バランスよくねそういうのは取り入れていきたいなと思うので、これはちょっともうちょっと頑張りたいなと思います。はい、3つ目ですね。そんな悪いことではないんですけど、マイボトルとかマイバッグとか忘れることが多々あるんですね。その忘れた時にやっちまった感がやっぱあります。いやー忘れてしまった、これやってしまった、エシカルポイント下がるみたいな、そういうのをたまに思ったりはしますね。だから、マイボトルね忘れた時とか、どうしても飲み物飲みたい時とかペットボトル買うとか、あとプラスチックのカップに入ったものを買うとか、そういう時にこれエシカルポイントマイナス1みたいな、マイナス2みたいな、そういうのを思ったりはします。悪いこととかではないんですけど、若干ねモチベーションに響くというか、そういうのはありますね。で最後、デメリット最後はですね、本当にこだわりすぎちゃうっていう部分があります。結構ねエシカルとかサステナブルとかを取り入れていくと、これはもうちょっとこだわりたいなとか、これは突き詰めた方がもっといいなっていうのが結構出てきて、それでねこだわりが強すぎて結局何もできなかったみたいなことがよくあって、物を買う時もね、これはもうちょっといいものがあるんじゃないかっていう思いになって買わなかったりとかあったりするので、そういう部分はやっぱり、100% エシカルってほとんどね今はね難しい状況にあるんで、やっぱり何かしら妥協点を自分で見つけて、無理のないねエシカルなライフスタイルを続けていく方が、サステナブルっていう面ではそっちの方がねいいなって思うので、無理してこれを我慢するっていうのじゃなくって、自分のできること、そしてこれは妥協してもいいかなっていう部分を見つけて、それを続けるっていうのがすごく大事だなって思うので、いいことと悪いこと今日はちょっとお話ししてますけど、その中で自分で折り合いをつけて長く続けてもらうことが大事だなと思っています。こんな感じでエシカルなライフスタイル取り入れてどうだったかっていうのを今日はお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。多分ね動画見てくれてる方はすでにエシカルとかサステナブルとか、SDGs とかそういうのは興味があって見てくれてる方がほとんどだと思うので、ライフスタイルねこれからちょっと取り入れてみようかなっていう方は是非参考にしてみてください。この個人の YouTube チャンネルではこういうエシカルなライフスタイルとか、あとはサスティナブルな物事だったりとかをちょっとご紹介して、皆さんでねちょっと共有していけたらいいなと思っています。そんな感じで今回はエシカルな、いい面と悪い面、そんなにね大したそんなデメリットじゃないんですけど、今回はご紹介いたしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画良かったなとか思ってくれた方はグッドボタン、ぜひ高評価を押していただけると嬉しいです。でチャンネル登録もまだの方はしていただけると嬉しいなと思っております。ではこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。またね。